さて、今日はですね、僕のおすすめソニー純正レンズ2025年度版ということでね、やっていきたいなというふうに思うんですが、ちょっと前にもね、このテーマの動画僕撮った気がしてたんですよ。で、調べてみたらですね、それがなんともう5年前ということで、5年前というとね、僕まだカメラは全然趣味の領域というか、ちょこちょこ仕事はさせてもらってたんですけれども、本業もある中で週末のね、ライフワークとしてやってたような時期だったんですが、それがですね、5年も経つと、なんとG マスターのね、ブランディングムービーに出させていただいたりと、嫁と一緒に。いやー、そんな日がね、来るとはもう5年前にはちょっと想像もできなかったですね。これもね、本当皆さんの応援のおかげかなというふうに思いますので、もう本当感謝してます。いつもありがとうございます。5年前はね、おすすめ広角レンズっていうようなテーマでね、皆さんに紹介したんですけれども、今回は広角に限らず、いろいろあるレンズの中で、僕の一軍レンズみたいなものを紹介していければなというふうに思います。まずはですね、やっぱり、1635GM2 と 2470GM2 ですよ。この2本がやっぱりね、ここ最近では圧倒的に持ち出す率っていうのが高かったんですけれども、ただですね、今、この現時点では、こいつがあるんですよ。これが2870の投資 F2 の、GM レンズになります。で、このレンズ、発表のタイミングで、レビューもさせてもらったので、詳しくはちょっと掘り下げはしないんですけれども、1点ね、ニュースをお伝えすると、2025年のカメラグランプリのレンズ賞を、このね、2870が受賞したということで、いやー、ソニーさんおめでとうございます。でも僕からしてみたらそうでしょっていう感じなんですよね。ほんとね、このレンズ、パッと見ね、すごいデカって思うかもしれないんですけれども、ただでもこのスペックを考えたときに、このコンパクトさと軽さっていうのは、やっぱりね、すごい強い武器になってますね。で、こいつのね、重量は約 918g となっていて、2470GM2 が確かね、約 695g と、あっちの方が 200g 以上軽いんですけれども、でもね、それを押してでも、こっちをね、持ち出したくなる魅力があるんですよ。これはやっぱりね、ズーム全域で開放 F2 っていう、明るさですよね。2470GM2 以上の、やっぱりね、大きくて自然な、柔らかいボケ感っていうのと、あとはその暗所性能。これはね、変え難いなと。ほんとね、写真と動画、どっちでも、すごく使いやすいレンズになっているんですけれども、でもやっぱり僕の場合は動画をこのレンズで撮るときに、一つのシーンを、複数のね、カットに分けて撮るとき、その時に結構いろんなアングルに分けて撮るじゃないですか。で、そこでね、レンズを交換しながら、面白い構図っていうのを、探ったりなんかしちゃうと、本当にね、例えば屋外で撮ってる場合なんか、日の光の状況だったりっていうのがもう刻々と変わっていってしまうので、そこで絵が繋がらなくなっちゃったりだとか、そういったことがね、やっぱり心配なんですけど、これは本当にすごくテンポよく、いろんなアングルっていうのをもう機動性高く、探ることができますし、それでいて、単焦点レンズで撮ってるかのような、本当被写体が背景から浮き上がってくる感じっていうのが、すごくやっぱりね、絵作りとして強いんですよ。ほんとその軽さと写りと、あとは汎用性っていうところで言うと、今はね、その標準ズームレンズで言うと、こっちのね、2870を持ち出すことの方が多いかなという感じですね。で、特にね、最近、ソニーの FX2、あれと、このレンズをね、組み合わせて使ったんですけど、それがほんと最高に良かったんですよ。シネマラインとは歌いながらも、EVF がついたりして、非常にね、写真が撮りやすくなったんですよ。なので、これまでだったら、僕だったら FX3 と、もう一台、何か写真用のね、カメラを、セットで持ち出していたんですよ。でも FX2 だったらそれが1台で済む。それでいて、レンズもこの1本でいろんなシチュエーションに対応できちゃうっていうことを考えれば、ほんとね、FX2 との相性はね、写真も動画も撮る人にとってはもう、このレンズ素晴らしいなと思いましたね。
で、FX2 はね、まあ、ベース ISO が、高感度側がね、まあ、FX3 と比べると、ちょっとこう低くなっちゃうんですけれども、まあ、この投資 F2 っていう明るさが、まあ、そこをね、補ってくれるっていう、これも良かったですね。で、さらに言うと、この重さ、この FX2 と組み合わせた時のこの重さっていうのが、まあ、軽すぎもせず、重すぎもせずというところで、手に持って、まあ、こう撮影するときに、ちょうどね、程よく、こう、手ぶれを抑制してくれるような、まあ、重量感になっているので、すごくね、まあ、撮影が、本当70ミリ側とかでも、まあ、アクティブ手ぶれ補正とかを加えちゃえば、もう、ピタッと止まるようなね、もうほんとそんな感じで撮れるっていうのも、まあ、その相性がいいんじゃないかなというふうに思いましたね。まあでもとはいえ、このね、2870だけで全てが本当事足りるかっていうとまあ、そういうわけでもないっていうのがまあ絶妙なところで、まあそれこそ今ここで使ってるレンズ、このレンズもまあ僕の一軍レンズの一つかなと思うんですけど、これがですね、まあソニーの 20mm F1.8 の G レンズになります。で、僕、これまでは広角単焦点レンズといえば、ソニーのね、24mm F1.4GM を、まあ結構ね、おすすめしてきたんですけれども、ただここ最近は、まあ、アクティブ手ブレ補正とか、まあ、ダイナミックアクティブとか、あとは、フォーカスブリージング抑制機能とか、まあ結構画角をね、犠牲にするような機能が、まあ、いっぱいどんどん追加されてきたっていうところで、少し 24mm だと、まあ、広角としては、まあ、個人的には狭くなりすぎちゃうかなというところがあったので、今はね、外でこう持ち出すときには、このね、20mm 結構よく使いますね。で、それ以外の一軍レンズはというと、あとはですね、まあ、ここにある、まあ、これも何度もちょっとね、僕の動画では言ってるんですけれども、50mm F1.2 の G レンズですよ。このね、F1.2 っていうめちゃくちゃこの狭いね、社会深度。これがね、作り出す絵っていうのは、本当にこう、まあ背景ボケもそうですし、あと抜けの良さね。すごくね、まあなんかこう、クリアで透明感のある絵が撮れるんですよ。これはね、本当にちょっと他のレンズでは変え難い写りをしているので、まあこれも間違いなく僕の一軍レンズに入るのかなというところと、あとね、最近で言うと、ちょっとね、まあ持ち出す、回数が増えてきたのがこれですね。ソニーの40mm の G レンズ。まあこれはね、まあ見てわかる通り、この圧倒的な小ささと軽量さですよ。これがですね、確か 176g ぐらいだったと思うんですよ。確か。あ、違うわ。173g。173g はね、やっぱり軽いですよ。これなんかは本当にね、ちょっとしたまあお出かけとかスナップとか、あとは撮影目的じゃないような旅行なんかで持ち出すのにはちょうどいいんですよね。特にまあソニーの α7C2 とか、あとはZV-E1 とかね、まあそういっためちゃくちゃね、ちっちゃいまあボディのカメラと組み合わせて使うのがお気に入りなので、これもね、まあなんだかんだ言って僕の中では一軍入りかなというふうに思ってます。まあ他にもね、使ってるレンズ、まあ70-200とか、あと 35mm のGM とか、まあいろいろあるんですけれども、まあただ、まあどっかで区切るってなってくると、まあ一旦ここまでですかね。じゃあこのね、一軍の中で、まあエースはどれだというと、まあ、やっぱりね、この2870になってくるので、このね、レンズが発表されてから、まあちょっとね、気になってたという方、大丈夫です。もう言っちゃって間違いないです、このレンズは。なかなかいいお値段のレンズになっているので、まあちょっとね、手を出すのには勇気がいるかなという感じではあるんですけれども、まあただ、もう標準ズームとしてこいつがね、もうキングオブキングなのは間違いないですから。いやーでもとか言ってね、俺 2470GM2 が出た時にも同じこと言ったんだよな。これが標準ズームレンズのもうトップオブザトップで間違いないから。とか言ってた気がするんだけど、まあでもそこは知らないですよ。僕もだって別にソニーさんがね、将来的に何出すか知ってるわけじゃないんだから。これが出てきちゃった以上は、もうこれが現時点でもうナンバーワンだっていうのはもう間違いないと思うので、もしね、こう寝ても覚めてもこのレンズのことが頭から離れないということであれば、
まあ、一足飛びでも二足飛びでもね、もう行っちゃっていいと思いますよ。確かに高いんですけど、ただね、まあ、これはソニーさん覚悟の上だと思うんですけど、こいつがあれば、まあ、多分他の単焦点とか、まあ、ぶっちゃけなくても、なんとかなっちゃうと思うんで、そういう意味で言っちゃうと、実際のところ結構コスパいいんですよね、このレンズは。はい。というわけでですね、以上が僕の2025年度版、ソニー純正レンズの、一群レンズたちということで、まあ僕もそうだったのかっていう感じなんですけれども、はい。まあこれがね、皆さんの何か参考になれば幸いですということで、最後までご覧いただいた方は、ぜひね、チャンネル登録と、グッドボタンで応援していただければなというふうに思います。はい。というわけでね、本日の動画は以上となります。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ピース。